皆さんこんにちは、犬です。今回は打たせない練習法テクニック。打たれるの怖い人。全然試合で打たれるの怖くないよっていう人います？全然怖くないよ。僕が打たれるとみんな喜んでくれるからね。こういう人は無敗の超トップ選手じゃないとしたら、何か違う部分を見直した方がいいかもしれないですね。相手を分析だ、情報集めだって犬は言うけど、そもそもその前に打たれちゃったらどうすんの？大事な大会始まってすぐ負けちゃったらどうしよう？団体戦自分で負けが決まっちゃったらどうしよう？こんな風に考えたことありませんか？今回は打たれないための考え方、練習法をご紹介いたします。打たれないことって必要な時が結構あるんですよね。本当に打たれなくなったら1本先に取った試合が全部勝ちに変わりますね。団体戦でここ引き分ければ勝ちの試合でチームを勝ちに導ける。自分より強い相手と戦った時にチャンスを作るまで粘ることができる。とにかく負けにくい。試合を長くできる。その分チャンスが生まれる。結構いいことが多いですよね。僕は結構使うんですけど、この前こんなことがありましたね。ある個人戦に参加した時、1、2回戦を落ち着いて戦えて、次に当たる相手の方が警察官の方で、見るからに強そうな相手で、体も大きいし、もう重い木刀をブンブン振ってて、同じ試合場だったので見ていたら、スピードもすごいし、当たりも強いし、容赦ない感じで勝ち上がってて、どう見ても僕より強い。やっぱり鍛え方も試合に臨む姿勢も普通の人とはちょっと違うわけですね。実際に試合が始まってみると、やっぱり速いし、打突も体も強くて、やっぱり僕が上回っているところ一つもないなと感じました。なので、延長戦まで持ち込んで1本取ろうというプランにしました。多分2本取るのも難しそうだし、早いうちにもし1本取れたとしても、この感じで猛攻されたら体力持たないなと思ったので、延長に入るまでは打ち負けないように、狙いを悟られないように、適度に相手と同じぐらい手数を出して、全力を出し切っている感を出しながら、その間にできるだけ情報を集めることを考えて戦っていました。延長戦に入って相手の小手の打ち終わりをなんとか打つことができました。試合には勝利しましたが、いろんな技術が相手の方の方が絶対僕より上でした。でも僕は間合いに気をつけて一生懸命考えて戦いました。このように自分より強い相手に勝つためには打たせないことは必須のテクニックだと思います。またこういう番狂わせが起こるところが剣道の面白いところでもあると思います。でも避ける練習ってあんましなくないですか？避ける練習っていうと聞こえ方があんま良くないのかな。打たせない練習一緒か？僕が攻めればみんな攻撃をやめるんだ。なぜって、この僕が攻めているんだからね。守るなんていうのは庶民がやることさ。もしですよ。もしこういう人がいたら、そういう人には必要ないテクニックかもしれません。守ってばかりいたら反則だ。そんな逃げるようなことばっかり教えて変な癖がついたらどうする？下がってないでとにかく前に出て打て。No! うまくやれるようにならないと。剣道というゲームの勝利条件を考えてみよう。有効打突を相手に取られる前に先に2本取った方が勝ち。1本取ってリードしたまま時間が来れば勝ち。延長戦になれば先に取った方の勝ち。団体戦はチームの勝ち数、次に取得本数が相手より多い状態で5人が試合を終えれば勝ち。ね、守る技術はやっぱり持ち合わせておかないと。打たせないことを身につけると自分の勝率やチームへの貢献度がどれくらい変わるか。これはこの動画をチェックしてみてください。僕が思うに攻撃を考えるとき、守り方を知っていた方が気づくことが多いです。逆に守り方を学ぶとき、攻撃の種類を知らないと何から身を守るんですかって感じですよね。よし、何が来ても守りを固めようってのも剣道はちょっと違うじゃないですか。攻めと守りは関係しています。例えば攻撃を知っているから面々を避けることができる。引いて一発目を避ける。ここでその技を知っているから2発目が来てもいい準備ができていて避けれる。守り方を知っているから単に打つのではなく少し先を読んで攻撃を工夫することができるというわけです。今回の目次1、打たせないための基礎イメージガード1から4の考え方。2、打たせない練習レベル1から5。打たせないっていうのはこうすれば絶対打たれないという自分なりの形を持つことです。こういう動きとか裏技を知るというよりも、こうしてる間は絶対打たれない
という感覚を知っていれば落ち着いて試合ができるし、情報集めができます。一段レベルの高い駆け引きが楽しめるようになりますよ。行ってみましょう。1、打たせないための基礎イメージ。ガード1から4の考え方。全ての打突部位を同時に防ぐ方法あると思いますか？過去の動画で全てを同時に防ぐことはできないと言ったんですが、あるんです。一つだけ。それは届かない位置にいるという方法です。竹刀が届かなければ絶対に打てません。全てを同時に防ぐことができないのは竹刀が届く位置にいる場合に限りますね。1、相手との距離。こういうところにも打たせないヒントがありそうです。打たせないための考え方。シールド1、2、3、4の考え方。引き技を打たせない技術の動画で説明した僕が思う打たせないための基本的な考え方です。今回はこれを構え合ったところに置き換えて考えてみます。打たせないための重要なポイント。相手が打てる前にさせない。打ってきたものを避けるというより打たせない。これをできるだけ意識したいのです。でもずっと思い通りにできるわけじゃありません。当然です。相手も勝ちたいから工夫しますよね。だからいろんな避け方を身につける必要があります。今回は分かりやすくするために4つの段階に分けて考えてみたいと思います。守る技術をそれぞれシールド1、2、3、4ということでシールド縦に例えて考えてみます。シールド1、足で守る技術です。そもそも打てる状況、間合いを作らせないこと。シールド2、足プラス手。足と手で守る手厚い守りになります。シールド3、手だけ。足が動かせない状況で手だけでなんとか守る。シールド4、体で避ける。崩されて足が動かせない、手も間に合わない、こういう時に使う避け方です。シールドを2枚、3と4しかお持ちでない方がとっても多いです。シールド1、2があれば攻撃はこんなに遠くで止まるのに。シールド3、4しか使えないと常に攻撃が体の近くまで来てしまう状況ですよね。1、2が使えればピンチになる回数が少ない、体勢も崩れにくいので反撃のチャンスも生まれやすい、勝ちやすい。3、4しか使えないとピンチになる回数が多くなる、負けやすい。打たせないためのガードの順番はこうです。1、打てる間合いに入れさせない。2、足りなければ手、竹刀も使う。3、足を動かせない状況にされたら最大限手、竹刀で何とかする。4、手の反応も間に合わなければ体を使って避ける。どういうことかそれぞれ見てみましょう。全てにおいて目、しっかり見て判断して動くということが最も重要というのは頭に置いておきましょう。1、打てる前に入れさせない。この赤の部分が危険なゾーンです。黄色も赤よりは安全に思えますが、引き技があるので気が抜けない部分です。自分から赤に入った、詰め込んだ場合、打つタイミングも距離も自分で選べます。相手から赤に入られた場合、相手が打つタイミングや距離を選べます。できるだけ A の状況を多く作りたいですよね。なので相手からこの危険なゾーンに入らせないようにします。間合いを切るとか、それ以上入ったら打つぞという雰囲気で下がらせるとか、とにかく足、これを第一優先で考える。2、足りなければ手、竹刀も使う。当然1だけで試合は終わりません。さらに強引に攻めてきたり、打ってきた場合には足プラス手で避けていきます。距離プラス竹刀で守るのでかなり硬いです。3、足を動かせない状況にされたら最大限手、竹刀で何とかする。1も2もできない状況にされてしまった時、仕方なく使うのがこれです。最初にお話ししたように、こうなってしまうと全てを同時に防ぐことはできません。つまりガード3を使わされてしまった時点で本当は負けです。よく言われる崩されるという状態ですね。相手がミスらない限り負けです。だからガード1と2を使えるようになると一気に負けにくくなれるんです。上手な相手からガード3、4だけで試合時間の3から4分を逃げ切ることはほぼ不可能です。ガード1、2を身につけましょう。4、手の反応も間に合わなければ体を使って避ける。できるだけ使いたくないですが最終手段です。ですが使わざるを得ない状況にされてしまった時は仕方ありません。最後まで諦めないで相手をよく見てかわしましょう。だからできるだけ前の方から使うのが安全なんです。この順番を知らずにピンチではないのに最初からシールド3、4を使う人がとっても多いです。シールド3、4は緊急回避です。
緊急の時に使うもの。剣道は攻め込まれれば一度に全部の箇所を避けることはできないので、相手がミスをしなければこれをやった時点で打たれてしまうことを覚悟しないといけないのです。言ってしまえば相手の失敗を祈って使う避け方ですね。だからこれを使わざるを得ない状況にされてしまった時点で本当は負けなんです。それに対してシールド1、2はそもそも攻撃を発動させないようなものなので、安全性が非常に高く高性能です。シールド1、2を装備して技術を身につけておかないと防御力は低いままになってしまいます。そして実力のある方たちはお互いがシールド1までの技術を持っている中で戦っており、先にミスをした方が負けます。こういう戦いにおいては集中力が勝負を分けることになります。さらにシールド1や2の先を読み合い、こじ開ける技術を持っていたり、あえて打たせて埃花を狙うなど別の技術に切り替えたりしていますね。よく打たれちゃった時に集中しろよとか、お前は集中力がねえなって言われてどうすればいいんだろうと思ってしまう方がいると思います。でもシールド1や2を持たない人がいくら集中しても、このような人たちから3分とか4分とか逃げ切ることは不可能なんです。だからこの場合、集中とかそういう問題じゃないんです。まずは今回の内容からシールド1、2を知って使えるように磨いていきましょう。2、打たせない練習。レベル1から5。打たせないテクニックを学ぶときに意識しようとすれば本当にたくさんの要素があるんですが、手っ取り早く大きな成果を生むとしたら足を使うことです。今回は練習方法からポイントを学びつつ、打たせないためにどう動けばいいかを考えてみたいと思います。レベル1、竹刀を持たないで避ける練習。この練習は目で見えたことと体の反応をマッチさせていく練習です。おい、足って言っといていきなり目ってなんだよと思いますよね。でも目で見たことを判断できないと、足をいつどこに動かしたらいいかわからないんです。順番に行きますからね。これ自体はガード4になるのですが、ガード4を磨くというわけではありません。ここで身につけた目と反応を他のガードに活かしていくためにやるような意識です。だから極端に速いスピードで行う必要はありません。慣れることを意識して面だけ、小手だけ、胴だけ、突きだけ、ランダムにやってみようなど試してみましょう。ポイントは力を抜くこと、落ち着いてよーく見ることです。レベル2、ゆっくり打ってきたものを竹刀で避ける、プラス相手に体を当てる。この練習は相手の竹刀に触る練習といろんな避け方に慣れる練習です。打たせないことを身につける上で相手の竹刀に触っておくことは超重要です。竹刀は昆虫の触覚みたいな役割があると思っています。相手の竹刀に触っていれば見えることだけでなく、触れている感覚からも相手の打ちたい気持ちとか力の入り具合が伝わってきます。打突部位と相手の竹刀の間に自分の竹刀がある状態にして、構えている時も避ける時もできるだけ相手の竹刀を触っておきましょう。避ける動作というのも体になじませておかないと、とっさの判断で躊躇して遅れてしまいます。避けた後、必ず自分の体を相手に当てましょう。避けても相手と距離があると次の攻撃を止まって避けることになりやすいです。最後まで気を抜かず距離を潰す動きにも意識的に慣れていきましょう。レベル3、足と一緒に避ける。今度は実際の打突のように打ってもらいましょう。これを避けていきます。ポイントは2つ。1、打ってきたものをしっかり見極めて手だけにならず足と一緒に防ぐこと。技を発動させて目、足、手を使って防いでみましょう。打ち終わりは次の攻撃ができないように間合いを潰して体をつけるか間合いを切るようにしましょう。打ち終わりに赤の間合いを作らせない意識ですね。2、打とうとする雰囲気を感じ取り、その前に抑えてしまうこと。これも使えるといいです。来たものを見極めて避けるより、技を発動させない方が格段に安全です。また、同じ避け方が続くと狙いをつけられやすいので、いろんなパターンを持っておきましょう。レベル4、間合いに入れさせない。大きく入ってきたら入る。先ほどの説明に出てきた危険なゾーンが分かるように、竹刀に目印をつけます。この間合いに入らせない練習です。相手の竹刀に常に触れておくのがポイント。打たせないために相手の竹刀に触れておくことはとても大事なことです。2つのパターンに対応します。細かく入ってくる。これはもう間合いに入れない。大きく入ってくる。自分も相手を抑えたりしながら入る。下がることを見越して強引に大きく入ってくる場合もあります。この場合、入ってきてからではなく、打ち気を感じ取り、相手の前に出る力も利用しながら一気に間合いを潰しましょう。危険なゾーン、赤の間合いに滞在しないという意識でできるといいです。お互いにできるようになってきたら、面だけと決めてゲームをしてみましょう。今練習した間合いの感覚を使いながら相手の面に触った方が勝ちです。
一本性の当たりじゃなく、触った方が勝ちです。実践的な練習になります。ずっと下がるのではなく、打つぞというハったりを使って相手を下がらせることもうまく使ってみましょう。レベル5、短い竹刀。最後はこれまでの練習の総合的な練習です。すべての練習の意識を使って頑張ってみましょう。短い竹刀を用意します。柄の長さは変えず、先を短く切ったものです。作るときは、ささくれや割れている部分がないか、先側がしっかり固定できているか、弦の緩みがないかなど安全に注意してください。この竹刀で15秒間ディフェンス練習をします。竹刀が短いのでガード能力はかなり低くなります。手だけで防ぐのが難しくなり、足を使わざるを得ない環境にできます。この状態で目、足、手を最大限使って防ぎ切りましょう。ポイントは躊躇しないことです。ガードの判断をしたら徹底的に体を寄せたり押さえたり間合いを切ったりしましょう。ある程度うまくできるようになってくれば、実戦で使えるほどにガードの能力が高まっているという証拠です。動画をご視聴いただきありがとうございます。お知らせをさせてください。この度、Instagram と X のアカウントを開設いたしました。今後、この2つのアカウントでは主に動画投稿の予告、ライブ配信の連絡を行っていきます。アカウントをお持ちの方はフォローしていただけると嬉しいです。YouTube ライブを5月18日土曜日午後9時から行いたいと思っております。インスタも X もライブも不慣れでご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、活動の幅を広げていくためにも準備をしてやってみたいと思っています。よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したものを身につけるだけでかなり打たれにくくなったり、相手を見ることができるようになったり、落ち着いて試合ができるようになったりすることと思います。秒数などを決めてゲーム感覚で練習を楽しめるといいですよね。体に動きが馴染むまで、来る瞬間を感じ取った時にもうすでに体が動いているという状態になるまで頑張っていきましょう。必ずお互いに面をつけた状態で安全に注意して行ってください。できないことや知らないことっていうのは何にも悪いことじゃないんです。この練習に限らず初めからうまくいかないというのは当たり前のことです。何でもやってみないとできるようにはなっていきません。必ずだんだんできるようになっていくものですから、慌てずに慣れていきましょう。みんなそれぞれいろんな環境で剣道をしていますから、いい情報にたまたま早く触れる人もいれば、ずっと知らなかったなんて人がいても当然です。良いものは惜しみなく共有できるといいなと思っていますので、良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。新しく知ったことがあれば、できるようになるまで何度も失敗を楽しみながら練習していければ、もっと試合や稽古が楽しくなるはずです。強い人たちは稽古を頑張っていることはもちろんですが、知っていることが多いです。目標にする相手がいるなら、その人と同じようにいろんなことを知ってできるようになってしまえばいいんです。もっと楽しめるはずです。避けるとか打たせない技術ってもっといろんな方法があるんですよね。剣道は深すぎて毎日のように新しいことに気づいてワクワクします。一生楽しめそうなゲームです。一つの動画に詰め込みすぎても結局何が言いたいのかわからなくなってしまいそうなので、今回お伝えできなかった打たせない技術や考え方はまた改めて他の動画でご紹介させていただきたいと思っています。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。